準備してなくて予想外だったので、ディレクティングっていう授業があったので、その時に先生が自分に合う曲を探してくれたり、レッスンがちょっときついので途中で逃げ出したいなって思うことも、日本では学べないようなことがたくさん学べるので、並んで順番待ちしてる時は完全に自分の世界に入ってる人もいたり、桜子です。2005年生まれの日本から来ました。アイドルオーディションコースで1年間留学しています。もともとダンスが好きでダンスだけを習っていたんですけど、K-POP アイドルのコンサートに行って、私もこういうステージに立ちたいなと思ってオーディションがあるここのスクールに通おうと決めました。ネットでたくさん留学のことについて調べてた時に、唯一オーディションが受けれるスクールがあったので、そうやって見つけました。Google だけで留学 K-POP みたいな感じにして調べてました。韓国語は日常生活ぐらいは喋れてた方がいいかなと思いました。持ってくるものとかは韓国にもダイソーとか日本で身近なものが韓国にもあるので、買うものは特に少ないと思うんですけど、日本の食べ物が恋しくなるので日本から食べ物とかを持ってきた方がいいかなと思いました。お寿司ですお寿司食べたい。でもお寿司買えないですけど、ふりかけとか調味料とかでも日本のもの韓国でも手に入るんですけど、持ってきた方がいいかなと思いました。コシウォンでした。どうですか？もともと狭い部屋が好きだったので、狭いデメリットはあるかもしれないんですけど、すぐに机に座れたり、すぐトイレに行けたり、お風呂に行けたりで、ベッドにいてもすぐ手が届いてたり、キッチンも、食べ物とか結構揃ってるので不便ないなって思いました。照明とかもいろんな種類があるので、その曲の雰囲気に合わせて照明変えることもできるし、広いのでたくさん練習ができて、人数がいても練習ができるのでとてもいいと思いました。まず10時から練習室が使えるので、10時に来て、最近は2時間ボーカルの練習をして、練習室に来てまずは1時間ほど運動をしてから2時間ぐらいダンスの練習をして、一旦ご飯を食べに家に帰ってからレッスンの1時間前ぐらいにまた来て練習してレッスンを受けています。1日何もない日でも1回10時に来て運動してから、運動終わってから出かけることが多いです。やっぱり店員さんがすごいラフな感じで働いてらっしゃって、やっぱちょっと冷たいかなって思います。日本人に限らずに外国人とかもたくさんできました。
やっぱ韓国語なので聞き取れなかったりするところもあるんですけど、先生が丁寧にゆっくり喋ってくれたり翻訳機を使って教えてくれたりするので全然問題もなくて、あとは先生がやっぱ実力を持ってる方なので、わあすごいなとかって先生に対して思うことがたくさんありました。まず体をほぐして、で1曲分走って、で3曲分ぐらいスクワットの体勢をキープみたいなのをして、で基本技を30分ぐらいやって、であと30分はダンスの振りの確認だったり、どれぐらい練習しているかを先生に見てもらったりして、で残りの30分先生の振り付けを習って、次回までに練習してきてねみたいな振りを学びます。ボーカルは団体も受けてたんですけど、今は1対1で受けてて、もう腹式呼吸とかめっちゃ基礎なことから教えてくれるし、やっぱり発音とかも自分で練習してできたって思っても韓国人の先生からすると全然発音も違うから、発音の練習とかもやってくださったり、すごくゆっくりやってくれるので、すごく学びになるかなって思います。団体もそうなんですけど、一人一人丁寧に見てくれると思います。オーディションに使う曲、自分で持ってきた曲とかを練習してます。先生が面白くて、でわからないところは先生が日本語で教えてくれたりもするので、教科書を使ってやることもあるんですけど、基本的には話して実力を伸ばしていくっていう感じな気がしていて、その日常生活でわからない韓国語とかもあったら先生に聞いて先生が教えてくれるし、すごく学びになりました。やっぱ授業で楽しかったのはそのコレオの授業で、先生がめっちゃ明るくて元気なくても行けば楽しいみたいな、ダンス踊るだけでもストレス発散になったりするので、すごく楽しかったですし、でオーディションクラスのレッスンでも練習した分先生に練習動画を送った時にチャレッソとかよく練習したねとかっていう言葉をもらうととても嬉しくて、もっとやる気が出ます私がいるクラスは日本人しかいなくて、もう日本人しかいないですけど、ほぼ韓国語で話したりしてて、してます。とりあえずめちゃめちゃ緊張するんですけど、やっぱ回数重ねていくたびにどんどん慣れていって、表情とかも余裕が出てくるし、審査員はだいたい一人の時が多くて、カメラ構えてる方だったり実際カメラなしの時もあるんですけど、どれだけ印象に残せるかが多分大事だと思うので、みんなも並んで順番待ちしてる時は自分の練習をしてて、完全に自分の世界に入ってる人もいたり、みんなと話しながら緊張をほぐしてる人もいます。変える時もあるんですけど、基本的にはずっと同じ曲をやっています。ディレクティングっていう授業があったので、その時に先生が自分に合う曲を探してくれたりしてくれたので、その曲を使ってやっています。まず
先生にスマホを渡して流す曲を教えて、そこから位置について自己紹介始めてくださいとか言われたりするので、簡単な自己紹介から始めて、で歌を歌う時は歌から始めますと言って歌を披露してからダンスに移って、でダンスが終わったらありがとうございましたで退場する形です。なんで日本のアイドルじゃなくて韓国のアイドルになりたいと思ったのって言われという質問を受けました。そうです準備してなくて予想外だったので、自分でもすぐに考えることができなくて、だからちょっと焦りましたなんか非公開オーディションはやっぱ知ってる人がいっぱい、受けてる人が知ってる人なので、いい意味で緊張感がなくて、結構ほぐれた感じで非公開オーディションは受けれるので、本来の人文を見せれなかったみたいなことが非公開オーディションはないかなと思います。一回待ってる時に踊って、でその曲をずっと聴いたりしていますわからないことがあって LINE した際にすぐ答えてくださったり、管理人さんに直接言えなくてもその方にこうなんですけどって言ったらすぐに対応してくださったりするので、病気にかかってしまった時とかもすぐに対応してくださるので、全然困らないなと思いました。いや、すっごい優しい人ばっかりで、たまに自分がやらなかったこととかに対しては厳しいんですけど、その他は優しくて、もう包まれてるような感じがありました。先生優しいしテンションも高いですし、もう本当に韓国語の授業はめっちゃ楽しかったです。来てよかったなと思うこともありますし、やっぱレッスンがちょっときついので、途中で逃げ出したいなって思うこともあったんですけど、耐えることで忍耐力とかも今後の将来にもつながることがたくさんありましたし、日本では学べないようなことがたくさん学べるので、とてもいい経験になったと思います。私はもう食べることがとりあえず大好きなので、デザートもとっても大好きなので、ちょっと歩けばいっぱいケーキ屋さんがあったりご飯屋さんがあったりで、全部美味しいので週2回ぐらいはケーキを食べてましたそれがすごく楽しくて、買い物にもすぐ電車も乗り慣れますし、電車に乗っていろんなところに行ったり、一人で買い物もたくさんしたので、すごく楽しかった。食べることが楽しかったですやっぱしんどい時に一人暮らしなので、助けてくれる人みたいなのがいなくて、もう落ちちゃったら落ちるだけしかなくて、ちょっとそれがしんどいなとは思ったんですけど、スクールに来ると元気なみんながいるので、それでなんとかなってました。やっぱ体重管理とかもしてくださるので、大地は痩せましたあとダンススキルもすごい上がったと思うし、やっぱ日本のダンスと韓国のダンスってなんかジャンルがちょっと違うように感じて、
こんな振り付けがあるんだみたいなのも学びになりますし、ダンスも明らかに上手くなると思います。先生がやっぱ一つ一つ動作を見てくれるので、はい、ダンスめちゃめちゃ上手くなったと思います。もともとアイドルになりたいって夢はあったんですけど、ここでいろんなレッスンを受けていくうちに、練習生ってこんなしんどいんだなって思うことがたくさんあって、これ乗り越えていけるかなっていう考えもありつつ、今はそのアイドルになりたいっていうよりダンスがやっぱ好きなので、ダンサーとかの方でもいいかなっていう夢も見えてきました。韓国語の実力が伸びるし、ダンスのスキルも伸びるし、やっぱ自立できるかなと思いました。やっぱ迷うこともあるし、慣れない土地なので不安なこともたくさんあると思うんですけど、何一つ心配しなくていいし、困ったら聞けば助けてくれるし、韓国語も少しはできてた方がもちろんいいとは思うんですけど、できなくても英語でもつながるし、カスの方たちが助けてもくれるので、本当に困ってるんだったら来た方がいいと絶対に思います。ありがとうございました。